週3回ぐらい。そうめんって外で食べると思わないじゃないですか。外食ができるってびっくりしました。相当美味しいんだろうなと思って来たらそれを超えました。徳島の半田そうめんという手延べそうめんの専門店でスタートしてまして、皆さんが想像する普通のそうめんよりもだいぶ太い、ラーメン風にもなるしパスタ風にもなるし韓国冷麺風にもなるし、なんか何にでもなりすませるちょうど太さなんですよね。この出汁は私が、徳島の実家にいる頃、小さい頃から食べている母親の取る出汁なんですけれども、鰹節、干し椎茸、煮干し、昆布の4種類を使って、一般的なめんつゆと比べるとみりんは使ってるんですけど、お砂糖とかそういうものを一切入れてないので甘くないです。でそうめんって夏に食べるものっていうんじゃなくって一年中冬もあったかくして美味しいし、手延べそうめんがずっとこう消費されていくみたいなのが目標ですね。大きいです。いらっしゃいませ。はい、すわじそうめん2つ。はい、はい、夏の時期はやっぱりビジュアルもそうだし、さっぱりしてるっていうのですだちそうめん。わあ、本当にお待たせいたしました。すだちそうめん。綺麗ですね。青ゆずですね。これした青ゆずを最後削らせていただいて風味付けに。わあ、すごい香りがすごい。はい。普通のそうめんも食べたことないです。さっぱりしてる。一番美味しい。タピオカみたいに。夏にぴったりな。冷たい。いらっしゃいませ。今日も気まぐれがラスイチです。気まぐれラスイチ。はい。スコーンレー。本当に思いつき、朝何食べたいって自分がこれ食べたいなとか、テレビの情報番組でなんかお料理コーナーあるじゃないですか。であれ見て、美味しそうって思ったやつをそのままそうめんにオンっていう感じ。一応こうデータを収集してカウントしたのは800ぐらいずっとやってきてたんですよ。全部ブログから拾って。きつねが好きだからたまにきつねを作りたくなりますね。ちょっとお気の毒なことしちゃった。週3回ぐらい。そうめんって外で食べると思わないじゃないですか。お家の中でお昼に外食ができるっていうのびっくりしました。相当美味しいんだろうなと思って来たらそれを超えました。そうめんの麺が違いますね。コシがあるさ。あやさんってきつなって気まぐれでしか食べれないです。揚げにこのお出汁がすごい染み込むんで、私はいつもレギュラー化してくださいって言うんですけど、なかなかそこまで格上げされない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
そうめんを使って女性がこう40代とか50代になるとタンパク質が不足する。動物性の牛乳じゃなくて豆乳でもやしを割ってみたらすごい美味しくて、でじゃあトッピングをさらにタンパク質で鶏胸肉を乗っけようっていうので、それで食べてみたら本当に美味しくって。はい、お待たせいたしました。大盛りのお客様。お出汁の濃さの調整いつでもお声掛けください。皆さんやったって人も丁寧すぎて、欲しいもんないですね。この前サラマに。うんちゃん食べるの？田舎ぶっかけ。田舎ぶっかけ。あったかいの冷たいの。冷たい。はい。大丈夫ですか？承知しました。はい。だからあれじゃない、おそうめんよりはい、田舎ぶっかけです。どうぞ。冷たい。お出汁の濃さ。まだ受験じゃないと。なんだ。そうめんのイメージとだいぶ違う。年生。ほらラーメンっぽい感じ。確かに。麺が太めだから冷や麦っぽい。一丁麺と2杯ぐらい食べてこんな風にして食べない。要はだし醤油みたいな。麦切りだったかな。全然日本そばと同じなんです違よ。う感じでね。うちの実家ってつけ麺でそうめんを食べたことがなくてぶっかけなんですよ。で小学校ぐらいになってテレビの CM で木桶の中に氷水が張ってあって、でそこにそうめんがこう浮かべてあって、でそれをこっちの器のおつゆにすくって取って食べるっていうのを見た時になんか自分だけ雰囲気を味わうみたいなことをしてたぐらい、憧れてたんですね。その普通のいわゆるそうめんの食べ方、つけ麺で食べる。で18で専門学校に東京に出てきて自炊を始めた時に自分で料理をするからやってみたんですよ。そしたらその時になんだこれだったら実家のそうめんの方が美味しいわって思って、学校のお友達が週末になると泊まりに来たりして、私一人暮らしだから。でその時にその私の実家で食べてるおそうめんを友達に振る舞ったらみんながすごいそれを気に入ってくれて、翌年の夏かな、8月の本当に暑い時に渋谷のスクランブル交差点で信号待ちをしてる時にふと隣を見たら背広着たスーツのサラリーマンの人がもう滝のような汗をこう首から流して、でそれを見た時私もすごい暑かったんですけど、うちの実家で食べてるおつゆごと冷たいのをこうすするおそうめんをこのスクランブル交差点のどっか端っこに屋台があって、そこで出したらこのサラリーマンの人たち生き返るだろうなって思ったんですよ。世の中にそうめんやって外食としてはなかったので、なんでないんだろうって思って、どっかに絶対みんな好きでしょみたいな思いがマックスになって、それをずっとそういう気持ちを絶やさずに20年間思い続けてたからやれることになったんですね。私がそういうの始めるんだって言ったら、やっぱ8割ぐらいの周りの人はみんなやめときなさいと。ましてや素人でおまけにそうめんなんていうなんか未知の世界のことをやってももう絶対大変な思いするからやめなさいっていうふうに8割の人に言われて、でもなんだろう、
2割の人、家族も含め応援してくれる人がいて始められたんですけど。そうめん屋そうめん屋そうめん屋って思ってたんですけど、お客さんの感想としてはお出汁を褒めてくれる人とおそうめん自体を褒めてくれる人がまあ本当半々ぐらいの感じで、ずっとそうめん屋として突っ走ってきた感じなんですけど、お出汁の凄さっていうのに自分もこう気づいていくんですね。あ、出汁ってすごいなっていう、改めてちょっと出汁に光を当ててみようっていう。すみません。はい。金宮のだし割り、はい。あったかいのと冷たいのどっちがいいんですか？本ちゃんが今どんな気分か。冷たいのがいいな。冷たいの。おでん屋さんとかであるんですよ、だし割りって。おでんのおだしで日本酒とか焼酎を割るのがあって、でなんかうちもおだしだからいいんじゃないってことでやったらハマる方はすごい気に入ってくれる。56杯飲む人もいるけれども、やっぱり飲みすぎるとアルコールより塩分が気になるのでもうそれぐらいにしてっていうので。でもうまい。飲むまでどんな気がするのかさっぱりわかんないじゃないですか。一口飲んだ時に美味しい。そうそうそう。香りから出してる。これあったかい方ですよこれ。だからもうスープになるんだよ。でもしっかりお酒入ってるので、そうめんチップスは半田そうめんの製麺所さんが作ってるものだから人気です。フィッシュカツは、徳島県民のソウルフードと言っても過言ではない。魚のすり身にカレー味つけて、でパン粉つけてハムカツみたいな感じで薄く揚げたものなんですけど、海苔も本当にソウルフードと言われていて、食卓には必ずあるみたいな。はい、これでお願いします。線引いてくださいね。金太いただきました。どこにでもあるものじゃないものが食べられるのがいいかな。そうです。今いろいろねチャレンジしてるのも聞いてるんで。OK です。これも面白いな。マグロ、生姜。はい。本当歴史を感じるんですけど、東中野に来てくれてた時に付き合ってたカップルが今子連れで来てくれて、さらにもう1人生まれて、ね、3人目が生まれましたとかって言ってきてくれたり、そうめん専門店っていう枠からは飛び出して、お出汁をベースにした小さいお子さんからお年寄りまでこう安心して食べてもらえるような、流行ってるからとか売れるからとかそういうので売るんじゃなくて、私が本当に家族に食べさせたいものだったり友達に食べさせたいものを出してるお店みたいなのに育ったらいいなと思っています。そうめんに関する目標はもうずっと最初から変わらないんですけど、そうめんって夏に食べるもの、夏のちゃっちゃと食べるお昼のメニューっていうんじゃなくって、一年中冬もあったかくして美味しいし、いろんなアレンジでそれこそ一年中食べれますよみたいなのが普通に家庭に浸透して、手延べそうめんがずっとこう消費されていくみたいなのが目標です。大きいです。